1995年生まれの自民とテテのコンビ、クオズ。メンバー全員が仲良しなことで有名な BTS ですが、その中でも自民とテテの友情の深さは群を抜いていると思います。クオズの絆パート2と題し、二人のほっこりエピソードをまとめました。唯一無二の親友自民とテテの仲良しっぷりをどうぞお楽しみください。クオズの絆仲良しエピソード。自民とテテのユニット曲フレンズの歌詞にも出てくる餃子事件やドリームキャッチャーなど、皆様それぞれお気に入りのエピソードがあると思いますが、今回は私の選ぶクオズの仲良しエピソードを紹介させてください。どれもこれもほっこりすること間違いなしです。それでは早速自民とテテのやりとりを見てみましょう。テテを助ける自民。2017年11月19日現地時間、アメリカ・ロサンゼルスで開催されたアメリカン・ミュージック・アワードに出演したメンバーたち。グラミー賞やビルボード・ミュージック・アワードと並び、アメリカ三大音楽賞の一つと言われるアメリカン・ミュージック・アワードに韓国のグループが招待されたのは2017年の BTS が初めてでした。ステージでは DNA を披露し大きな話題に。同年12月17日 BTS の公式 YouTube チャンネルにてバックステージ映像が公開されました。クオズの絆が感じられる一コマは、7人がリムジンに乗ってレッドカーペットへ向かうシーンに収められています。テテの顔に目をやると緊張で表情がカチコチです。もともと降車はテテからすると決まっていたのか、それとも座っている場所の関係でそうなったのかは分かりませんが、誰も僕のことを知らないのに僕から降りるのはちょっと。ラプモンヒョンが先に行ってよと言い、自分が一番に降りることを嫌がるテテ。しかし RM にいやいやここはやっぱりイケメンから降りないと言われ断られてしまいました。不安そうにこういうの本当に苦手なんですと話すテテを気遣い男気を見せたのは自民です。自民はそれならイケメンの僕から降りますよと言い、颯爽と車を降りていきました。慣れない場で先陣を切るのは誰だって緊張すると思いますが、そのような素振りは一切見せず、さりげなくテテを助ける自民の優しさに胸が熱くなります。自民からテテへのメッセージ。2018年1月10日から11日に行われた第32回ゴールデンディスクアワードで、BTS はデジタル音源部門で本賞を、アルバム部門では大賞と本賞を受賞。同年1月13日、JTBC プラスのブライブチャンネルでインタビュー動画が公開されました。7人はそれぞれ隣に立つメンバーに対し、リレー形式で励ましの言葉を伝えていくことに。この時、テテに言葉をかけたのは J-HOPE です。J-HOPE が伝えた内容はこちら。2017年をよく過ごしたじゃないですか。テヒョン3層ですよね。1に健康、2に健康、3にも健康です。2018年も本当に元気に、いつも体に気をつけて活動できるように、いい1年にして頑張っていこう。ヒョンらしさを感じる J-HOPE の優しい言葉に心が温かくなりますね。と、ここで、自民が J-HOPE の腕をポンポンと軽く叩きます。それが合図であるかのように、J-HOPE は続けて、そして周りの多くの兄さんたちと、お前の友達、後輩たちが本当に応援してるということをいつも忘れないで。いつも周りをよく見て笑いながら過ごせよ。幸せになろうと語りかけました。すると、自民が突然テテに向かって、ちょっと別れよ。僕たちがいるだろ。と言葉をぶつけます。知ってるよ、と返すテテに、お前のそばには僕たちがいる。ちょっと後ろも見て、
横も見て、と話し、優しく笑う自民。とても素敵な励ましの言葉ですよね。クオズの絆はもちろんのこと、周りで優しく微笑むヒョンたちの愛情に目が潤みつつ、自民の熱いメッセージを、よそにお菓子を食べているマンネの可愛さには、思わず頬が緩みます。どういった経緯で、自民が、このメッセージをテテに伝えることになったのかはわかりませんが、2018年初頭といえば、グループの解散を考えるほどメンバーたちが苦しんでいたと言われる時期です。自民は、励ましの言葉を伝えることで、思い悩むテテの気持ちを少しでも楽にしてあげようとしたのかもしれませんね。テテにとって、自民は一番かっこいい人。2018年7月24日に配信された RUN BTS2018 EP56 でメンバーに向けて書いた詩をそれぞれ朗読するシーンがありました。テテは一人一人に対するメッセージを制作。テテが綴った自民への思いが素敵だったのでご紹介します。地味なダイエットのせいで音を外したせいで舞台でミスしたことにあまりストレスを感じるな。くむしらこ、お前は舞台で何をしても僕が見た人の中で一番かっこいい人に変わりないから。親友でありライバルでもある相手から一番かっこいい人と言われることはこれ以上ない褒め言葉なのではないでしょうか。立ち上がって拍手する自民のリアクションから嬉しさが伝わってきます。2018年にプライブを通じて活躍したアーティストとして2019グローバルブライブトップ10に選定された BTS はリメンバーパーティーと名付けられた授賞式に出席。リメンバーパーティーは2019年2月25日から1週間にわたって開催されました。メンバーたちが2018年のブライブの中で印象的だった映像を振り返ります。RUN BTS2018 EP56 での詩の朗読シーンが流れると、自民は、僕はテヒョンの詩が思い浮かびますとつぶやきました。あの時発したテテのメッセージは、今も、なお、自民の心に響いているようです。電話越しの喜びの涙。2020年8月21日にリリースされたデジタルシングルダイナマイトは9月5日付のビルボード HOT100 で初登場1位を獲得しました。この快挙にメンバーたちは大盛り上がり、ジョングクの誕生日のお祝いとビルボード1位のお祝いをするブライブが9月1日に配信されました。ダイナマイトが1位を獲得したと知った自民はたくさん泣いたと語り、泣きながら僕たち成功したんだと言ってテテに電話をかけたのだそう。そんな自民につられ思わずテテも涙。自民に対しておい、なんで泣くんだ？何で泣くんだよと言いながら一緒に泣いたそうです。涙を流して喜びを分かち合う自民とテテを思い浮かべるだけで癒されますね。2時間の長電話。電話つながりでもう一つクオズの電話エピソードを。2022年2月15日、テテは PCR 検査を受け、新型コロナウイルス陽性と診断されました。シュガと RM、そして自民がブライブを配信した2月20日の時点でも、テテはまだ自宅療養中だったようです。3人は会話の流れからテテの話に、RM とシュガがまだテヒョンさんが復帰できていないんです。隔離が終わってないのかなと話すと、自民が昨日テヒョンと2時間くらいビデオ通話したよと言い、クオズで電話していたことを明かしました。電話で2時間話をするってなかなかの長電話ですよね。RM はそうなんだ。本当に退屈なんだね。なんて言ってた？元気そうだった？とテテの様子を伺います。自民によると、テテは休養中も元気に過ごしていたそうです。2時間電話した際、
何をしていたのかというと、ビデオ通話をしながら、二人で懸垂をしていたのだとか。ジミンとテテの仲良しっぷりは相変わらずですね。ビデオ通話を使って懸垂している姿を想像するとめちゃくちゃ心が和みます。まとめ。今回は、クオズのほっこりエピソードを5つご紹介しました。お楽しみいただけたでしょうか。ジミンとテテのやりとりは、お互いを大切に思い合っていることが伝わってきて、何回見ても癒されます。フレンズの歌詞で、自分たちのことをソウルメイトと表現している2人。きっと、これから先も、クオズの絆を感じさせるエピソードは増え続けていくのでしょうね。